皆さんこんばんは、あいです。前回のパートでは、この後ろの馬小屋を作ったのと、はい、こちらの教会を作りました。で、前回ね、ネタがなくなっちゃったから、ネタ募集中ですっていう風に言ってたら、コメントたくさんいただきまして、その中でも多かったのが、1.21 のアップデートに関するコメントが多かったかなというところで、いや、やりたいんだけどね、ちょっと、まだ普段使ってるモッドが対応してなかったりとか、あともうすぐでこのワールドも終わってしまうということとか、やるとしたら次のシーズンかなっていう感じ。で、今日は何をするのかというと、前回の続きではないけど、ちょっとね、この辺とか、この辺をね、軽く整地しました。で、今、ここの、シャベルで、この印つけてるところがあると思うんだけど、ここにね、ちょっと川を流そうかなと思ってて、だからあっちの川とこっちの川をつなぐ感じかな。で、川を流したり、あと橋かけたり、ちょっと整地とか装飾とか、いろいろやっていきたいなと思います。よし、じゃあ、ここの、印つけてる内側、こっち側をちょっとくり抜くというか、削っていきますか。ざっと印つけてるだけなんで、ちょっとバランス見ながら、調節しながらという感じで、ちょっとくねくねした感じの皮を作ろうかなと思ってます。はい、今こんな感じでね、ちょっと軽く、ざっとだけど掘ってみたから、あとは水を流していこう。で、川の中のね、装飾に関してなんだけど、こっちにさ、ウーパールーパーの池があるじゃん。ここを装飾してるから、こっちまでね、派手に装飾すると、なんかちょっとごちゃごちゃしちゃいそうな気がするので、こっちは骨粉で海藻を生やしたりするぐらいのシンプルめにいこうかな。よし。これで水は張れたかな。お、いけてるいけてる。よし、じゃああとは骨粉で海藻を生やします。どうしようかな。さすがにこれだけじゃちょっと寂しいか。サンゴでも植える？サンゴとドリップリーフとアメジスト、あとツツジの葉。オッケー。めっちゃざっとだけどこんな感じやね。向こうが派手だからちょっとこっち控えめでこんな感じで、ここにね川作っちゃったから、向こうとこっちをさ行き来する手段なくなっちゃったんで、この真ん中ぐらいかな、ここら辺に橋をね作ろうかなと思います。で、材料はあの辺ね、レンガの建物多いから、レンガと、あと花崗岩、あと多くの原木と頭皮あたりで作っていこうと思います。あとあれが欲しいな。スカルクセン、待って、スカルクセンサー1個しかないんか。わー、スカルクセンサー使おうと思ってたんだけどなー。どうしよっかな。ないな。どうしよう。取りに行く？スカルクセンサーは古代都市だよね。そう、古代都市といえばなんだけど、まださ、1個だけ、古代都市で取れる火事型
ゲットできてないんだよね。そう、この韓国風はゲットしたんだけど、静寂風の風型ゲットできてなくって、行ってみる？いやー、やっぱ風型全コンプしたいから、行くか。ちょっと、途中だけど、古代都市、行きます。はい、ということで、やってきました。古代都市。よし。それじゃあ行きますか。よし、それじゃあ早速チェスト一つ目。開けます。せーの。なし。せーの。せーの。いきます。せーの。そう、また鳴ったんだけど、最悪。待って。やばい、目の前で開いてる。てか、思ったんだけど、ここ、ゲートみたいなとこあるじゃん。こっちにもあるんだよね。あれ？もしかしてここさ、2つ繋がってる？古代都市。1個の古代都市に大きいゲートみたいなやつ1個だよね、多分。もしかしたら2個繋がってるかも。せーの。せーの。はい、おそらく、待って。ないね。ない。おそらくこれが最後かなって言おうと思ったらなっちゃいました。そして湧いちゃいました。多分ね、あれが最後なんだよね。ちょっとね、ウォーデンが全然いなくなってくれないんだけど、多分もう、テストはあれが最後ということで、この2個つながった古代都市は攻略って感じかな。いやー、前の探索含め、もう7個ぐらいかな。探して、風型出ないとなると、ちょっと今シーズンは全部集めるの難しいかもしれんな。はい、ということで、古代都市2つくっついたとこ、探索した結果、テスト37個開けたけど、風型1つも出ませんでした。まあ、今回はね、スカルクセンサーをゲットするついでにこの年来ただけだけど、いやー、こんなに出ないとはって感じだな。またね、今シーズン終わるまでに、ちょっと何かしらの形でリベンジします。よし、帰ります。はい、それでは改めまして、さっきはね、ここに、川を作ったということで、こっちと向こうをつなぐちっちゃい橋を作っていきたいと思います。で、まあ材料はこんな感じかな。で、横幅は1、2、3、4、5、5マスぐらいかな。5マスあればいいから、ちょっとここ削っちゃって、こっからレンガと、花崗岩のハーフブロックを混ぜ込みで、で、仮ブロック置いて、階段を、逆さ向きに置いていきます。で、次も、ハーフブロック。ちょっと斜めにしよっかな。1マスずらすか。1マスずらすから、
で、こっちもちょっとずらす感じで、1、2、3、4、5。はい、これで今、こんな感じかな。ちょっと、向こうに斜めになるようにずらしてます。で、形はちょっとこう、カーブした感じ。で、あとは、原木で、ちょっと柱立てたいから、一番初めの段の両サイドと、真ん中ぐらいいくか。真ん中と、こっちも一番初めの段の両サイド。これであとは、ここのね、周りの縁取りと、あと柵、橋の柵をつけていきたいと思います。ここの、原木の上には、塀とランタン。で、原木に向かって逆さ階段と葉っぱ、ハーフブロック。ここも階段でいいかな。階段と塀とトラップドア。で、今度は中央の柱に向かって逆さ階段。上に葉っぱ。で、さっき取ってきたスカルクセンサーをちょっと使いたいから、真ん中の原木2マス削っちゃって、ここにスカルクセンサー。で、この上に、レッドストーンランプ。あと、ハーフブロック。でこれで、この通った時にだけね、音に反応して、明かりがつくっていう感じ。で、このスカルクセンサーの音、さすがに鳴りっぱなしうるさいから、このスカルクセンサーに水流しちゃって、看板で水を止めます。これでね、音が鳴らなくなるから、これで通るとね、こうやって明かりがつくっていう感じかな。これで橋の方は完成にしよう。OK、じゃああとは道をつなげちゃって、あとこの草ブロックのところにコップンで適当に雑草を生やしちゃって、あと木も生やしとこっか。はい、あれからいろいろやりまして、まあいろいろって言ってもちょっとなんだけど、まあ、さっき作った川と橋で、あとこの周りに、コップンで草生やしたり、あとウツボカズラとライラックを植えてみました。で、あと点々とツツジの木を、こことかこことか、ここにこんな感じで生やして、こんな感じになってます。で、最後、ここのね、正面、ここの空いたスペースがちょっと寂しいなって感じなので、ちょっとここに小物を一つ作ろうかなと思います。小物というか、地図を貼る場所だね。このワールドまだね、地図作ってなくて、ちょっと地図貼る場所欲しいなということで、ここにちょっと地図を貼れるちっちゃいものを作っていこうかなと思います。まず、飾り壺。で、砥石。砥石の上に塀。塀の上にフェンス。で、こんな感じ。で、間を1、2、3、4、5、5マス開けて、これと同じものをもう一つ作ります。そしたら、この間に、頭皮の木材を使って、ちょっとね、丸い形のものを作りたいんだけど、2、3、4、5、階段、トラップドア。はい、こんな感じで、板材と、あと階段、トラップドアで、丸い形を作りました。
これであとは、ここに額縁を貼ってあげて、あと地図をね、ここに貼ったら、完成になります。超簡単。で、地図貼るのは次の回にしようかな。はい、次の回でやります。はい、これで一旦この周りは終わりかな。まあ最初に比べたら結構良くなったんじゃないかなと思います。ということで、本日はこの辺で終わりません。終わりません。じゃあここからは本題やっていきたいと思います。今日はここに、噴水広場を作りたいなと思ってます。まあちょっとこの辺ね、結構地形というか、なんか結構デコボコしてるんで、ちょっと整地しつつ、広げつつっていう感じで。それでは、建築、スタート。それでは、今回のメイン建築、噴水広場を作っていきます。まずは整地から、ここの印してるところが噴水の真ん中。スカーブロックは戦力岩や白色のガラスの白系と桜の素材を少し。途中にはドロッパーを設置。今回の噴水は水が流れたり止まったりする動く噴水になる予定。上にどんどんとんがっていくようにブロックを置いていきます。次は中段部分。ここは上から流れてくる水が溜まるところ。ハーフブロックと階段を置いていきます。一番下の床を掘って石レンガに変えます。周りにはレンガと花崗岩で丸く囲う感じ。一番下と中段部分に水を流します。流れたり止まったりの仕組みはお披露目の後に説明するのでお楽しみに。次は周りの床を変えたり装飾をしていきます。地面を石レンガと石に変更。この周りにレンガと花崗岩、葉っぱを設置。あとはそれぞれの場所に続く階段をつけたり、道をつなげたら完成。その他の装飾と小物も作ってあるので、この後完成お披露目。はい、噴水広場完成ということで、あれからいろいろと付け加えまして、こんな感じになりました。いや、雰囲気めっちゃ良くない？で、ここのね、後ろの部分に、木を生やしたのと、あとお花を植えたりして、こんな感じの、なんかちょっと自然に囲まれた感じにしてみました。で、道をね、こっちの教会側、こっちにもこんな感じで、石レンガ使って道を引いて、こう一周できる感じで、こんな感じの道を作ったのと、あと、向こうの畑側、ここのね、スペース余ってたので、このちっちゃいベンチみたいなやつと、あと街灯、それから、ここに井戸を作りました。まあ、スペースがね、そんなに広くないから、こんな感じのちっちゃめになったけど、こんな感じになってます。じゃあ最後の仕上げとして、言ってたね、噴水の水が流れたり止まったりするやつ。で、この上のこの空いてるところ、ここにね、ドロッパーを、置いてるんだけど、ここに、水入りバケツ入れて、で、今日取ってきたスカルクセンサーと、あとアメジストのかけらを合わせた、調律されたスカルクセンサーってやつを、ここに設置してあげると、お、流れてる。そう、あっちのね、最初に作った橋と同じ仕組みで、音に反応して、流れるっていう感じ。で、この調律されたスカルクセンサーにした理由としては、まあ、ここにね、アメジスト飾ってるんで、ちょっと同じ感じで、このアメジスト
がついたスカルクセンサーを、置いてみました。これ結構いいよね。自分がさ、この周りに来た時だけっていうか、音が鳴った時だけ反応して水がね、溢れ出てくるっていう。なんか何回も通って遊びたくなるよね。それでは今回のパートはここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。それでは、バイバーイ。